今日も、私のチャンネルにゲストが来てくれました。ケンさんです。こんにちは、よしえさん。こんにちは。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ケンさんは今日も台湾うん。からですかね。あ、そうですね。あ、台湾から、はい。はい。まだ暑いんですよ。まだ夏ですか？えっと、カレンダー上では秋なんですけど、まだ暑いです。今日も35度でした。おー、35度。今、私、パラグアイにいるんですけど、パラグアイはい。もだんだん暑くなってきてて、今日うんうは多分ん。32度ぐらいまで上がっんて、うん、暑くなってきてます。そう、夏ですね、それ。そう。やっぱりね、もうあんまり四季が大きくないので、気温の差が。なので、先週ぐらいはもう36度とかなってましたね。うん。ああ、夏ですね、本当に。そう、夏です。もうこれからうん。多分地獄のような汗をかく日々が待っていますね。ああ、そうですか。はい。じゃあ、今日はケンさんと話したいトピックがあります。うん。お、はい。何ですか？方言と標準語について話をしたいと思っています。はい。はい。方言方言。と標準語。うん。ケンさんは、出身が愛知県ですよね。そうですね。前の動画でもちょっと話したんですけど、愛知県うん。の瀬戸市の出身ですよね。そうですね。はい。うんうん。瀬戸市って方うん。言ありますか？まあ、ありますね。うんうん。生まれてからずっと、子供の頃は瀬戸に住んでたんですかね。あ、そうですよ。生まれてからずーっと大人になるまでうんうん。あ、20年くらい。なるほど。じゃあ結構、名古屋弁というか、瀬戸弁愛知弁になるんですかね。うん。なんか、愛知県は方うん。言がたくさんあって、うんうん。名古屋弁とか、あとはね、尾張弁と三河弁だったかあ、な。なうんか大きいん。のが3種類うん。ぐらいあるんですよ。うん。うん。で、なんあか、それぞれがちょっと違って、うん、面白いと思います。なるほど。そっか。じゃあ、ご家族と話すとか、友達と、地元の友達と話すときとかは、方言で話しますか？家族と話すときは、多分ちょっと方言が出ると思います。うん。友達は？うん。友達は、いや、僕地元の友達と全然最うん。近会ってなくて、多分もうあ、10年ぐらい会ってないので、もあうわかんないですね。そうなんですね。そっか。はそう、私は高知県の出身で、土佐い。うん。弁って言うんですけど、高知の方言のことはい。を。まあ、高知も、愛知と一緒でいくつかあるんですけど、私は、なんて言うんですかね、真ん中の方に住んでたので、土佐弁なんうん。ですよ。そうん。う。うん。うん。でも、親が関西出身なので、なんか家うん。では、なんて言うんですかね、土佐弁なんですけど、たまにこう、関西のアクセントが入ってくるみたいな環境で育ったんですよね。そう。で、まあ、方言って、えっと、イントネーションが違うとか、うん。まあ実際言葉のその変化、語尾が変わったりとか、単語が変うん。わったりとか、まあ、いくつかあると思うんですけど、ケンさんが家族と喋るときとかは何がうん。変わりますか？変わるかな。最近僕本当に、地うん、元の方言が、自分が地うん。元の方言を話してるかどうかがあんまりよくわかってないんですけど、
あ、無意識なんですね。そう、多分、うん。今全然地元にいないから、自分の方言がすごくなんか薄くなってきて、うん。よく東京に行ったり、その標準語話す人と話してうん。るから、多分割と標準語よりになってると思うんですけど、そうでも、お父さんと話すときに、うわ、お父さんなんかめっちゃ方言喋ってるっていうのは感じます。ああ、そうなんですね。そっか。うん。なんか、愛知県って結構東京と、まあ、大阪の間ぐらいにあるうんうん。と思うんですけど、なので、まあ、そんなに、なんて言うんですかね、どっちにも染まってない言葉なのか、なんかあんまうん。り愛知のイメージがないんですよね。東京の方が似てる言葉が多いんですかね。うーん、どうかな。時々言葉自体が変うん、わりますけど、うん、僕はあんまり言わないんですけど、でもうん、有名なやつは、うん。デラレラ。で、ああ、例えば美味しい食べ物食べて、あの、すごく美味しいですね、とかうん。っていうのを、デラうまいがや、とか。全然違いますね。それはもうなんか、もう有名なフレーズみたいな感じなのあ、で、一応なそっんか、かそっか。覚えてることは覚えてます。あ、じゃあ、ちょっと、まあ、もしかしたうん。ら、ケンさんね、今、だいぶ標準語に寄ってきてうんうん。るっていう話なので、もしかしたらはい。すごく難しいかもしれないんですけど、今日ちょうん。っとね、4つ例文を用意していて、で、そはい。れをケンさんの方言うん。と私の方言で、ちょっとね、言い比べてみたいなと思ってるんですよ。なるほど。いや、なるほど。ちょっとね、僕はできな吉江かったら さんの、うん。できなかったら大丈夫なので、ちょっとトライだけはいはい。してみてもらっていいですか？わかりました。できるかな。まあでも、僕は吉江さんの方言がめっちゃ気になります。うんうん。では、ちょっと行ってみたいと思います。まずはい。一つ目の例文が、一うん。緒に行こうよ。一緒に行こうよ。これ一緒標準に行こうよ。う語ですね。ん。はい。で、まあじゃあ土佐弁から言うと、一緒にうん。行こうやになるんですけど、そうなんですね。はい。まあね、行こうや、語尾だけ変わる感じなんですが、はい。うん。ケンさんの愛知弁、どうぞ。ちょっと待って、これはダメだ。やばい。出やばいです。てこない。出てこない。一緒に行こうよって。うん。普通にじゃあ、一緒に行こうよ、なのかな？うんうん。どうかな。やばいですね。僕、愛知県の人じゃなくなってますね。多分。まあ、まあまあまあ。じゃあ、もし、愛知弁知ってるうん。人がいたら、コメントで書いうん。てください。正解を。お願いします。僕はい。を助けてください。はい。じゃあ、次行きますね。はい。今、友達と電話してる。今、友うん。達と電話してる。うんうん。どうですか、ケンさん。出ますか？え愛知弁かどうかわかんないんですけど、うん。僕だったら、今友達と電話しとる今、っていう友かな。う達とん。電話しとる。うん。しとるになるうん。んですね。そうですね。土佐弁だと、えーちょっとなんかあれですね、モードの切り替えが難しいですよね。ずっと、そう、なんか、相手の人にも自分の方言を話してほしい。ね、そうなんですよね。このずっと標準語で喋ってると、標準語モードになっうん。て、そうそうそう。今友達と電話しゆう。今友達と電話しゆうになります。あはい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 。そう。土佐弁だと、まあ、しゆう、してるがしうん。ゆうにうん。なる以外にも、うん。今が今、友達とっていう、なんていうんですかね、イントネーションが変わりますね。うはい。ん。うん。うん。大学の先輩が高知県出身の人がいて、そのうん。人と
全く同じだったから、話し方がね、うわ、あ懐かしいなーって今思ってました。あ、いやー、そうそうそう、私有。結構有名な土佐弁です。で、うんうん。次も結構有名な土佐弁が出てきますが、はい。もう宿題は終わってる？もう宿題は終わってる？うん。じゃあ、ケンさんどうぞ。えなんて言うんだろうね。もう宿題終わっとるあ、っていうじゃあ、かな。うん。さっきの電話しとると同じ電話感じで、しとる宿題終わっとるご飯食べとるとか。あ、うん。何々しとるがすごく便利ですね、じうん。ゃあ。そうですね。僕の家族は少なくともこの言い方してます。うん、なるうん。ほど。土佐弁は、もううん。宿題終わっちゅう。もう宿題終わっあちゅー。う。はいはい。これ、さっきの文章と何が違うかっていうと、友達と電話してるは現在進行形なんですよね。うんうん。今何をしているか。で、この、もう宿題は終わってるっていうのは、現在完了。難しいですけど、まあもはい。うすでに終わっていることを話すときは、土佐弁は中を使うんですよね。終わっちゅう。終わおー。っちゅう。はい。はい。そっか。うん。そう、なんかこの、だから、ケンさんの言葉では、電話うん。しとると終わっとるで、どっちも同じ言葉で、現在進行形も現在完了も表せるんですけうん。ど、土うん。佐弁だと語尾が変わるんですよね。うーうん。ん。なんか面白おー。いなと思い面ました。白いですね。うんうん。ね。じゃあ、最後。はい。この、最後。はちょっとゲームの最後です。い。ちょっと長いです、次は。長い。お。はい。今日は暑いから出かけない方がいいんじゃない？うん。今日は暑いから出かけない方がいいんじゃない？うん。言えますか？そのままじゃない多分。今日は暑いから出かけない方がいいんじゃないあ、そうなんですか？出かけない多分。とかもそのまま？出かけないあ、ちょっと待って。今日は暑いから出かけん方がいいんじゃないあ、出かけん、出かけんになるんですね。うん。うん、なるほど。かな。うん、でも本当に自分が地元の方言喋ってるかどうかもうん。うわかんないです。どうします？コメント欄に、ケンさん、ね。どこの言葉やめて、めっちゃ書かれる僕本かもしれない。当にいろんな出身の人と話すから、なんか自分の日本語がいろいろ混ざってます。うんうん。でも、そういう話もちょっと後でしたくて、まずじゃあ、あ、このそうですか。ゲームを手うん。短に終わらせますね。じゃあ、ラスボスお願いしラスト、ます。ラスト。今日はい。は暑いき、出かけん方がいいがやない。あそう。今日は暑いき、出かけん方がいいがやないっていう感じうんうんうになんります。うん。まあ結構変わりますよね。全然違いますよ。うん。ケンさんが急にこの方うん。言を聞いたときに、わかりますか？うん実は今はわかります。さっきも言った大学の先輩うん。が、ね、ずーっと高知弁で喋ってたから、うん。聞いて、それどういう意味ですかって聞いてたから、実はわかるんですけど、うん。初めて聞いたときは、えってなってそうなりまましたね。すよね。そっかそっか。はい。確かに。まあ、経験があるから、ケンさんはわかるっていう感じですね。うん。うん。なるほど。初めて聞いたら、全然わかんないって思うと思うんですけどね。確かに。意外やないうん。とか、ちょっと難しいですよね。ううん。ん。私も大学の時に友達にずっと土佐弁で話しかけ続けてて、同じ反応をされました。そうですよね。うん。まあでもね、やっぱ私結構方言で、こう、うん。あなたの方言は
どんな感じですかとかいう会話が結構好きなんですよね。ああ、あ、そう。そうだから、ですか。ね、いろんな、博多の子とか、関西の子とか、北海道の子うん。とか、なんかそういういろんな方言を、聞いて、へーってなって、たまに真似したりとかして、ケンさんみたいな感じで、もう自分が今何弁を喋ってるかわからないみたいな。うん。大学の時とかはもうわけわからないことになってましたね。ああ、そうですか。うん。でも、方言って、なんか、その、カジュアルに話すというか、うん。家族とか友達と話すときには出ますけど、なんか、ね、仕事の時にとか、その改まった場所で話すときは、あんまり、僕はね、あんまり出ないう気がしまん。す。そうですね。私もうん。もうこういう、もちろん YouTube でもそうだし、あの、なんていうんですかね、もう社会人になってから出会った人とかは結構標準語だったり、やっぱりこう周りの人の環境に影響されますよね。周りの人そうがですね。喋っている言葉に合わせていこうっていう風になりますよね。うんうんうん。そうでうん。すね。うん。じゃあ次ちょっと標準語の話に移っていきたいと思うんですけど、ケンはい。さんがこう標準語を喋れるようになったタイミングっていつですか？標準語を喋れるようになったタイミング、いつだろう。大人になってからうん。かな、多分。うん。何がこうきっかけというか、どういう、そんないきなりね、喋れるようになうん。ったわけではないと思うんですけど、何うんうがんうん。こう、影響して喋れるようになりましたか？やっぱりいろんな人と話すようになって、あ、うん。日本語っていろんなパターンがあるんだ、みたいな、うんいろんな方うん。言があるんだっていうのを実際に自分の中で感じて、気づうん。いて、で、僕の場合は、その、東京の人とか、関東の人と話す機会が増えていって、うん。で、だんだん、その、標準語寄りになっていったのかなと思いますうん。けど。なるほうん。ど。あんまり、じゃあ、こう、自分が標準語になっていくことに抵抗はなかったですか？ 全然、全然なかったです。うん。全然。うん。テレビとか、そういう、入ってくる、子供の頃に見ていたものは基本的に標準語ですもんね。標準語かな多分。でもあんまり僕、テレビうん。とか見てなかったような気がします。あ、そうなんだ。そっか。うん。じゃあ本当に人と話して身につけていった標準語なんですね。うん。多分、そうですね。うーだって、ん。子供の頃なんて見てたのって言えば、アニメ、うん。ポケモンとか、うん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 。ドラえもあんとか、あ、ああ、そっか。だから、うん。でも標準語ですね。あれもね。あ、標準語か。うん。うんうんうん。なるほど。じゃあ、次の質問なんですけど、自うん。分が、地元に戻って方言を家族と喋ってる時と、この標準語になった時で、なんかキャラクターの違い、性格が変わるな、みたいなことってありまうん。すか？性格が変わるか。いや、僕の場合はあんまりない気がします。うーん。あ、じゃあ、例えうん。ば、中国語を喋られると思うんですけど、中国はい。語を喋るときと日本語を喋るときでキャラクターは変わりますか？変わるかな。まあ、まあそうですね。多分変わってると思います。ああー、そうなんだ。でもうん。日本語では変わらないんですね。あそうだと思います。はい。うん、面白い。私も吉江ね、さんはう正ん。直、あの、結
結構ね、いろんな方言喋れるんですよ、私。関西弁っぽいのも喋れるし、まあ、土佐弁 すごい。そうそう、土佐弁。で、あと岡山にも住んだことあるんで、岡山弁。で、まあ、標準語喋れるんですけど、あんまり、こう、自分が、キャラクターが変わってるなとは思わなくて、ううん。ん。まあ、それ、なんか、なんて言うんですかね。人によって、話す人によって言葉を変えてるだけで、まあ、自分のこう、性格を変えてるつもりはないんですよね。うん。うん。でも、まあ、スペイン語とか英語とかを話すときは、なんかこう、ちょっと違う性格、まあ性格とまでは言わないけど、ちょっとなんかこう、テンションが高くなったりとか、うん。なんかそういううん。のがあるなと思ってるんですよね。うん。うん。なんか、それはわかります。多分、なんだろう、コミュニケーションの方法とか、話しうん。方とかが変わる、言語が違うと変わるから、で、自分がそれを感じて、あ、ちょっと今自分違うかなってう思うのん。かなってう僕は思いん。ます。確かに、確かに、そうですね。もう文章のこう、作り方とかも違うし、うん。まあその文化によって求められる話し方とかも違いますもんね。うん。そうですね。そうそう。うん、なるほど。はい。まあ今日ちょっと方言と標準語について話をしたんですけど、すごいね、はい。面白かったですね。ね。なんか、吉江さんの高知弁聞けてよかったです。ああ、いや、私もね、ケンさんがあんまり、うん。あんまり喋れなくて、すごい面白かったではい。す。僕また日本語勉強した方がいいかな。もう一回。そうですね。ちょっと地元に戻っていた愛知の。だいて。そうそうそう。そう。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ぜひね、皆さんもコメントで、自分のなんか住んでいる場所の方言とか教えてもらえたら嬉うんうん。しいです。はい。そうですね。では、また、ケンさんの方のチャンネルで引き続き話をしたいと思うので、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。はい。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバまたね。ーイ。